こんにちは、ここです。今日は What's in my bag ということで、普段使っている私のカバンの中身を紹介したいと思います。まずは簡単に自己紹介から。今スウェーデンに住んでるんですけど、日本の大学を卒業してからストックホルムの大学マスターですね、2年行きました。で、東京に行って3年留学カウンセラー、大学営業として働いて、その後ストックホルムのオフィスに移動転勤になって2年弱ですね、動画マーケティングのお仕事をしてたんですが、コロナの影響でコロナ解雇に遭いまして、てんやわんやな2020年を過ごしている30代でございます。はい、北欧からサステイナブルなライフスタイルを学ぶべく、勉強していろいろこういう風に発信をしているんですけれども、生き方、ライフスタイルを変えている途中なんですが、今の現時点での私の持ち物だったり、カバンの中身をどうしてそれを持っているのかっていうのを合わせてご紹介したいと思います。では行ってみましょう。まずはカバンなんですけど、これ普段用のカバンなんですけれども、自転車に乗ることが多いのでリュックにしています。このカバンよく見ると思うんですけど、フェールラーベンの缶券バッグで、こうやって本当にすごい背負いやすいし、カバン自体がすごく軽いので、気に入っています。もともと2016年ぐらいに前勤めてた会社でもらったんですけど、もうずっと使ってます。で、これはスウェーデンで1960年に森好きの24歳のスウェーデン人が立ち上げた会社で、長い時間自然の中でも耐えられるような対応能力を兼ね備えたブランドにしたいっていう理念があって、で、環境負荷のより少ない素材を選択することを常に考えているっていうような会社です。横にポケットがついているのと、前にポケットがここについていますね。とても便利です。で、中身を見ていきたいと思います。まずはお財布ですね。このお財布はフィンランドでたまたま立ち寄ったロビアっていうブランドなんですけれども、スウェーデンはほぼカード決済とかオンライン決済で、もう現金お断りのところがほとんどなんですね。久しく現金は触ってないんじゃないかっていうくらい、紙とかコインとかのお金はもう使っていないっていうのと、あと私はその携帯の Apple Pay っていうんですか、その電子機能でお金を払うことがほとんどなので、お財布はこれだけです。これ作ったそのロビアはファッション業界で長年働いていたデザイナーさんが、ファッションは好きだけどファッション業界は大嫌いだと。で、もっとサステイナブルでより透明性の高いブランドを立ち上げたいっていうことで始めたみたいで、ソファーとか家具を作る時に出る廃材、余った革とか端っこのところとかを組み合わせてカバンとか小物を作ったりされてるんですけど、私が惚れたのはこの財布で、なんとこれサーモンなんですよ。鮭。こういう風に廃材、もともと例えばサーモン食べる人いっぱいいると、食べ物とかそれから家具、こういうのを作る上で余った材料を捨てるんじゃなくて有効活用するっていうような考えには賛同するので、今は、こういうのを使ってます。で、今までその捨てられていたゴミになるようなものを再利用するっていうのはすごくかっこいいなと思っていて、ノビアの製品の中にはこういう風にシリアルナンバー、製品番号があるんですね。で、その製品番号をサイトに入れてで検索をすると、こういう風に実際のマテリアルコスト、制作費、輸送費とか実際の値段とか、普通の他のブランドで買ったらこれぐらいかかるとか、誰が制作販売に関わっているのか、バリューチェーン全て書いてあるんですね。で、下に行くとこの特定のお財布に関してはどこから来たのか、例えばこれの場合はアイスランドのサーモンで、イタリアの職人さんが加工してくれてっていうのがこう全部分かるように、制作のね流れとかが分かるようになっていますですね。これはヘルシンキの旅行に行った時の映像なんですけれども、店内にこういう風に廃材を使っているっていうような展示がされていて、でそれからお財布だけではなくってカバンとか小物入れとか、それからアクセサリーとかもいろいろ置いてありました。日本でもこれできるんじゃないかな、うまく職人さんを見つけられれば。次は iPhone ケースです。携帯自体は iPhone XR です。
iPhone ケースはですね、ペラっていうカナダの企業の iPhone ケースになります。でプラントベースの 100% 土に還るっていう素材でできています。で創設者のジェレミーさんっていう人がカナダ出身だと思うんですけど、2010年に家族でハワイ旅行に行った時に、あまりのゴミの多さに心を痛めたと。で、ゼロウェイストが出ないウェイストフリーの社会を作りたいっていう風に思って立ち上げた企業らしいんですね。何年もこう研究を重ねて、このプラスチックに代わる素材を作り上げて、で今はこういう風に携帯ケースだったりとかカバーとかを作って売っています。ペラはカーボンフットプリント、二酸化炭素排出量が分かるようにデータ公開していたりとか、それからこの地球は親から受け継いだものではなく子どもたちから借りているものだっていう風にメッセージを掲げていて、どういう風にしたらこの地球をサステイナブルに保てるのかっていうことを考えて行動している会社で、カナダから取り寄せるのはどうなんだろうってちょっと一瞬思ったんですけど、企業の考え方理念に賛同したので、よし買おうと思って買いました。次はリップです。私はメイクポーチみたいのは持たないんですけど、どうなんだろうね。でもリップだけ持ってます。これはベアミネラルのパンコっていう覚えやすい名前のものを愛用しています。ベアミネラルは動物実験をしてないっていうことがプラスなのと、あと変な香料の匂いがしなくって、私はそれがかなり好きで使ってます。普通のそこら辺で売っているリップ、高級ブランドとかのも含めて試し塗りとかすると気持ち悪くなるんですけど、これはならないからめちゃくちゃお気に入りです。前はね、働いてた時は結構海外出張が多くて、で出張に行くたびに空港の免税店でよく買ってたんですよ。必ず1本ストックにしてたんですけど、もうコロナで解雇になったし、そもそもそれに海外旅行なんていつできるんだって感じなので、仕方なくこれもうないんですけど、削りながらこうやって使ってるんですよね。お品よくちゃんと紅筆みたいの買えばいいんですけどね、面倒だし、いらないな、物増やしたくないしとか思って手でやってます。すいません。次は AirPods ですね。これはもう本当にストレスフリーです。この線がね、既製品のこのイヤホンので線が邪魔じゃないですか。で他のブランドのワイヤレスイヤホンでもよかったんですけど、やっぱコンパクトだしいいなと思って、これは少し前ですね、30歳の誕生日に自分で買いました。これは古いバージョンですけど、すごくおすすめ。もう本当にもう最高です。ワイヤレス最高。次は鍵です。家の鍵はなんともないんですけど、鍵にこうやって髪留めゴムをつけているんですけど、これ便利です。例えばジム行った時とか、髪ゴム忘れたとか、ちょっと邪魔だな髪の毛って思った時に、これいつも鍵についてるので忘れることがなくて便利っていうのと、あとポケットがない服を着てる時とか、両手をが塞がってる時にペッてつけて両手が使えるようになるのも好きで、これは便利です。おすすめ。今のものがこのフロントのポケットに入ってて、あとサイドポケットにあるんですけど、これには日焼け止めが入ってます。 SPF50 ですねを使ってます。それから反対側のサイドポケットにはハンドサニタイザーですね、消毒液を入れてます。どこに行っても大体もう消毒液っていうのがあるんですけど、一応常にこうやってね使えるようにしてます。でこのボトルはいただき物なんですけど、大きい詰め替え用みたいのを買って、でこれに入れ替えて常に持つようにしています。中身に入ります。ウォーターボトル、マイボトルですね。これは会社で YouTube 関連の動画関連のお仕事だったので、 YouTube からいろいろグッズが届くんですね、会社に。サイズ感としてもいいし、正直お気に入りではないんですけど、失礼ですねそれはね。でもいただいたものでもったいないのでこのまま使ってはいます。それからエコバッグですね。これはユニクロで
買いました。エコバッグ。街が広くてすごく便利なんですよ。リュックで出かけるって言っても出先でたくさん物を買ってしまったりしてリュックに入らない時があるんですね。袋は全部有料なんですけどスーパーで。でも紙袋を買わざるを得ないっていう状況が何回かあったので、それを避ける、失敗から学び、ちゃんとリュックで出かけるにしろ持っていかなきゃなっていうことで、必ずエコバッグは入れるように心がけています。あとは、携帯の充電器がここに入ってますね。これですね。これは MacBook ですね。12インチのゴールドになっていて、軽くてちっちゃくてすごく気に入ってます。動画編集はこれでやっています。関係バッグのいいところは、このカバンの中に背中側にちっちゃい薄くこうポケットみたいになってるんですよ。でこうすっぽりとパソコンが入るんですね。でリュック背負ってるとパソコンガタ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 動くっていうのがすごく気になるんですけど、これはスッて入れると一切動かないのでとてもいいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。持続可能なサステイナブルなライフスタイルに自分の生活を変えたいなというふうに思っていて、でそういうふうにしていく上でやっぱり買い物、自分の持つものを決めるっていうのは投票選ぶのと同じ、投票と同じだなっていうふうに思うので、まだまだ勉強中でもっとできることたくさんあるんですけど、これが今の私のカバンの中身です。皆さんのおすすめグッズだったりとか、あと最近のお気に入りのサステイナブルなグッズとかがあればぜひ知りたいなと思うので、コメントでぜひ教えてください。チャンネル登録とあと高評価、LIKEボタンもお願いします。ではまた。ヘイドー。